は海鮮サラダ巻きを作りました。こんにちは、料理研究家のいかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報を紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は海鮮サラダ巻きを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、海鮮を入れた美味しいサラダ巻きを作っていきます。今回は海鮮ということで、ツナ、サーモン、カニカマ、こちらを入れて作っていきたいと思います。たくさん具材が入ってても上手に巻くコツをご紹介していきます。材料手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに寿司飯の材料からご紹介します。材料はこちらです。ご飯、お酢、お砂糖、塩。こちらの4つの材料で寿司飯を作っていきます。お酢に関しましては今回米酢を使用していきます。こちらはお好みで穀物酢でも OK です。米酢を使っていただくとどちらかというとまろやかな仕上がりになって、穀物酢を使うとすっきりとした味わいになります。そしてご飯ですね。こちらは1合分で炊き上がりの状態で約 330g になります。それでは続いて卵焼きの材料をご紹介します。材料はこちらです。卵、お水、お醤油、お砂糖、そして焼く時にサラダ油を使用していきます。こちらの味付けはですね、シンプルにお砂糖と醤油で行っていきますが、お好みで変えていただいても大丈夫です。卵のサイズは L サイズになります。それでは続いて残りの材料をご紹介します。材料はこちらです。焼き海苔、サーモン、ツナ、マヨネーズ、カニカマ、きゅうり、レタス、塩コショウ、こちらの材料を使って作っていきます。まずですね、今回海鮮ということでサーモンとツナを使っていきます。こちらのツナに関しましてはマヨネーズと塩コショウでツナマヨにしていきたいと思います。その他の具材はですね、お好みのものを使用してみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まず一番初めに寿司飯の合わせ酢を作っていきます。器にお酢、そしてお砂糖、あとは塩を入れてください。そしてよく混ぜます。はい、OK です。お砂糖と塩のシャリッという感じがだいたいなくなるぐらいまで混ぜてください。それでは続いてボウルにご飯を入れてください。ご飯はですね、必ず熱々のものを入れるようにしてください。そして広げます。広げたらここに先ほど作った合わせ酢を回しかけてください。回しかけたら手早く混ぜましょう。そして水分を飛ばしていきます。全体に混ざったら、あとはね、水分が飛ぶまでね、ご飯をね、広げながら混ぜてください。この時ね、ご飯が冷たいと水分が飛んでいかないので、必ずね、ご飯は熱々のものを使用してください。はい、これで OK です。そしたらですね、上にキッチンペーパーをかぶせて、このまま粗熱を取っておきましょう。それでは続いて卵焼きを作っていきます。まずボウルに卵を割り入れます。そして軽く溶きほぐしましょう。軽く溶きほぐしたらここにお水。このお水を入れていただくと卵が柔らかい仕上がりになります。そしてお醤油、そしてお砂糖です。これをよく混ぜましょう。はい、OK です。このようにしっかりと混ぜてください。それではね、焼いていきます。まずフライパンにサラダ油を敷いてください。そして火にかけます。火加減は中火です。このまま一度フライパンを温めてください。だいたいね、30秒ほど温めましょう。はい、フライパンが温まりました。そしたらですね、一度菜箸の先に卵液をつけてチュッとやってみてください。この時にね、卵が焼ければ OK です。そしたらですね、卵液を流し入れます。広げましょう。はい。で、広げて表面の卵液が動かなくなったら、手前から奥に卵を寄せていきます。この時はね、別に丸めなくて大丈夫です。こんな感じでね、寄せてください。そしたらこの空いた部分に卵液を流し入れます。だいたい3回ぐらいね、焼けると思います。これで広げて、今度はこの卵の下に卵液を流し入れてください。またこのように表面が動かなくなったら、今度は奥から手前に巻いていきます。巻く時はね、こういったゴムベラを使っていただくと簡単にできると思います。よいしょ。
はい焼けました。そしたらちょっとね角で形を整えて、今度はこちら空いてる部分にサラダ油を塗ってください。こちらをね油がちょっとなくなってきたら塗るようにしてください。卵をずらします。そしてこの置いてあった部分にもサラダ油を塗ってください。そして残りの卵液を加えます。そして広げます。またね卵の下にも流し入れてください。はい、そしたらね最後もくるくる巻いていきます。ちょっとね1個分だから結構やりにくいかもしれないんですが、だいたい3回ぐらいに分けていただくとやりやすいと思います。巻き終わったら最後はね縁で形を整えます。はい OK です。卵焼きはこれで完成です。そしたらこちら取り出します。ではねバットなどを用意して、そして卵焼きを出します。よいしょ。はいこんな感じです。そしたらですねこちらキッチンペーパーでくるみます。ちょっとね形を整えて、このまま粗熱を取って冷まします。そうするとね形も綺麗になって乾燥も防ぐことができます。ではねこのまま置いておきましょう。それでは続いてツナマヨを作っていきます。まず容器にねツナを入れます。今回水煮タイプを使ってるんですが、こちらオイル煮でも OK です。ツナはねお好みのものを使ってください。そしてここにマヨネーズ、そして塩コショウです。これをよく混ぜましょう。はい、ツナマヨはこれで OK です。こちらのマヨネーズの量はお好みで変えてください。あとはねここに玉ねぎを刻んで入れていただいても OK です。こちらはお好みでアレンジしてみてください。それでは続いてきゅうりです。きゅうりは両先端まず切り落とします。そしてこちらはですね海苔の幅に合わせて切っていきます。だいたいで大丈夫です。幅に合わせて切ったらこちらをねまず縦に切りましょう。そしてまたこちらを縦半分に切ります。はい OK です。きゅうりはこのように切ってください。それでは続いてカニカマです。こちらはねだいたい手で半分ぐらいに裂いてください。はいこんな感じ。こちらも裂いていきます。だいたい2本から3本分ぐらいね使っていただくといいかなと思います。カニカマはこれで OK です。それでは続いてサーモンです。こちらはですね縦に切っていきます。だいたい1センチ幅ぐらいで切りましょう。はい、サーモンはこのように縦に切ってください。それではね卵焼きの粗熱が取れたのでこちらも切っていきます。これもですねだいたい1センチ幅で切ります。はい、でこのように切ったらさらにねこちら半分に切ります。はい、卵焼きはこれで OK です。それでは巻いていきたいと思います。まずね巻き酢を用意してください。ここに海苔を置きます。海苔なんですがこのように見ていただくとちょっとザラついてる方と、あとはツルツルしてる方があると思います。このツルツルしてる方が表になるのでこれを下にしてください。こんな感じで置きます。そしたらこの上に寿司飯を広げていきます。今回ね2本分になるので寿司飯を半量乗せてください。このように寿司飯をのせます。寿司飯をのせるときはこの巻き終わりですね1センチは開けとくようにしてください。ここまで入れてしまうと巻き終わった後に寿司飯がはみ出てしまいますので注意しましょう。そうしましたらここにまずねレタスですねいきます。はい、このように敷いてください。そしたら続いてサーモンをのせます。少し足りないので足りない分はね切ってのせましょう。こんな感じです。そしたら続いてここにツナマヨです。はい、こんな感じでのせます。続いてきゅうりです。そして卵焼きをのせます。こちらも長さを合わせてねのせてみてください。あとはカニカマです。カニカマは1つに対して1.5 本分ぐらいですかね。はい、こんな感じでのせます。そうしましたらこちらを手前から巻いていきます。まずこちらの具材を押さえつけながら親指で巻きすごと持ちます。そしてくるっと回転させます。よいしょ。そしてぐっと一巻きしてください。ちょっとねきつめにキュッキュッキュッと巻きましょう。押さえつけたらこの巻きすをペロッと持ち上げて、そして奥に引っ張っていきます。くるくるくるっとそれで巻いていきましょう。巻き終わったらもう一度しっかりめにこのように押さえつけます。押さえつけたら一度ね巻きすを取って巻きすの手前に戻して、そして巻き直します。そして巻き直したら輪ゴムで留めましょう。は
はい、今ねこのような状態です。そうしましたらこのまま10分ほど置いてなじませてください。ではね、残りのもう1本も同じように作っていきます。はい、ではね10分経ったので切りたいと思います。まずね輪ゴムを外してください。そして広げます。こんな感じで仕上がってます。ではね切っていきます。こちらは切り方はねお好みの切り方で OK です。切る時はね少しナイフを濡らしていただくと切りやすいと思います。はい、中身はこんな感じに仕上がってます。ではね残りも切っていきます。はい、こんな感じに仕上がりました。それではね盛り付けたいと思います。はい、これで海鮮サラダ巻きの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように具材もたっぷりで美味しそうに仕上がってます。こちらはねお好みでお醤油をつけて召し上がってください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。もう具材がたっぷりですごく美味しいです。この具材のバランスがすごくいいですね。一応ねツナと卵とあとはカニカマにも味がついてるのでこのまま召し上がっていただいてもいいですし、あとは少しねお醤油をつけていただいても美味しく召し上がっていただけます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の海鮮サラダ巻きのポイントです。まず寿司飯についてのポイントです。寿司飯を作るときは必ず熱々のご飯に合わせ酢を入れるようにしてください。冷めたご飯に入れてしまうと水分が飛ばずにべちゃっとした仕上がりになってしまいます。今回1合分炊き上がりの状態で約 330g 使ってます。このご飯の量だと2本分作ることができます。そして具材なんですが、今回はサーモン、ツナ、きゅうり、カニカマ、そしてレタス、卵焼き、こちらの具材を入れました。この具材に関しましてはお好みのものを入れていただいて OK です。そして今回ね卵焼きは手作りしました。こちらの卵焼きを作る時なんですが、お水を加えていただくと卵が柔らかい仕上がりになります。卵1つ分だとだいたい3回ぐらいに分けて巻いていただくといいかなと思います。そしてツナマヨに関しましては今回私は水煮タイプを使用してますが、こちらはお好みのツナ缶を使って味付けはお好みで調整してみてください。そして巻く時のポイントです。巻く時はまず海苔の内側に寿司飯を引いてください。この寿司飯を引く時なんですが、巻き終わり 1cm は開けておいてください。最後まで寿司飯を敷き詰めてしまうと巻き終わった後に寿司飯が飛び出てしまいますので必ず開けるようにしてください。そしてあとはですね、手前に具材を置いて巻く時は具材を指で押さえながらまず一巻きして、一巻きしたら少しきつめに押さえつけてください。その後は巻き巣を引っ張りながらぐるぐるぐるっと巻いていただいて、巻き終わったら軽くまた押さえつけて、そしたら一度巻き巣を外します。そして外したら手前に戻して巻き直してそのまま10分置いてください。そしてその後はですね、食べやすい大きさに切って召し上がっていただけたらと思います。こちら10分ほど置いていただくと具材とご飯が馴染むので、切った時に断面も綺麗になってあとは崩れにくくなります。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は海鮮サラダ巻きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。